今すぐ今週のジャンプの話を聞きたい方は概要欄の青い数字をタップしてお好きな話題にジャンプしてください。チャンネル登録とね、高評価もね、してくれたらありがとうございます。とりあえずは今登録したままでいてくれてる方、ありがとうございます。で、前回も話しましたが、ミッションインポッシブルの話をして、そのハッシュタグをつけた時に、登録者が増えたら、登録してくれた人がいたらしいというようなことからですね、なんかそこら辺の話をすると構ってくれる人がいるのかもしれないななんていうことを思ってですよ。とりあえず、トップガンとトップガンマーヴェリックはアマプラで見られるんだから、これ全く見たことないのはおかしいんじゃないかと。これを見るところから始めて、とりあえず見るのは見るだろうから、その上でなんかちょっとこう自分の中に刺さるところがあったら、その感想を喋れたりするといいなっていう祈りが自分の中にあるのを確かに感じたっていうところまでお話ししましたが、見終わりませんでしたね。びっくりしてる。もっとだから本当に土台の部分からちゃんと祈りを捧げるべきだったんだね。トップガンマーヴェリックまで見終わりますようにっていうところで、トップガンをね、何回かに分けて途切れに見ちゃったね。で、1週間経ってました。トップガンマーヴェリックの最初の方を見て、でびっくりしたのが、トップガンマーヴェリックは10分少々だけ見てやめたんだけど、なんでやめたかっていうと、明らかにその最初の部分だけでも、これはすごいぞ、面白いぞと思って、面白いですよ。だから、トム聞いてくれてるかな？戸田さんであってたっけ？戸田夏子さんだよね。翻訳してあげてくださいね。面白いと思う。だからトップガン1作目の方はちょっと、昔の映画だなって感じだったんだけど、これは翻訳しなくて大丈夫です。トップガンマーヴェリックはなんか明らかに映像の感じからして、速さが伝わってくる感じとかもすごいから、ちゃんと見ようと思って、もう月曜日になっちゃったね。だから今週は何も見てないですよ。あとびっくりしたのが、前回、絶対これはもう自分にとって最新トピックだから話すだろうなと思ってた中尾の話をしそびれてまして、この中尾のね、かつて和風牛丼という名前で出ていたメニューの話をね、思い返して僕するんですけど、先週ぐらいから中尾の、牛すき丼という新メニューが始まりまして、中尾のそのちょっと変わった牛丼っていうのは別に今までも途切れてた時期もあったけど、最近もずっとあったんですよ。で、最近の時の名前何だったのかな、なんか多分名前もちょっと改めて、リニューアルで新登場したのがこの牛すき丼でして、これがね、相当ね、昔の和風牛丼に近い。もう値段はあの頃の倍近くなってるんですけどね。でも、味はあの頃に迫る勢いかな。思い出補正なのかな。あの頃は本当にすごい美味しいって思ってたんだよね。に近い、牛すき丼というリニューアルメニューが出てますんで、その報告をしたかったってだけで、今改めて今回こそ忘れずにちゃんと報告するようにと思ってメモしたのを見て、今忘れずに喋れたところで、これといったなんか、物語とかはないですね。好きだよってこと、牛すき丼好きだなって話だけぐらいで終わっちゃったな、メモしてた喋ること。やっぱトップガン見終わらなかったあたりで、なんかもうちょっとこうテンション上がる可能性があったんだけど、これ喋ってるこの声の調子は割と今週いつもより元気になってきたんじゃねえかなとは思うんですが、そんなこともないのかな。でも何にせよ喋ること今週ないや。どうしよう。いいや。最初に宣言したからいいよね。ここはもう例のごとく飛ばしてもらえてることでしょう。いやー困ったなー。つうかあれなんですよ。前回の週刊少年トランスを撮った流れで、実はね動画ねもう一本動く動画をね撮ったんですよ。で字幕だけつけて出そうと思って、それでチャンネル登録が増えたこともあったからね、かつては。で流行り物に乗っかってさ、的な方向の流行り物に乗っかって動く動画でちょっと雑談をしてるような、いつものこの週刊少年トランスに比べれば短めのなんか動画を出したりしようと思ってたんですけど、それもしなかったですね。できたいという祈りはあったんですがね。だからトップガンマーヴェリックをちゃんと腰据えて見るっていうことと、字幕つけてなんとかこの次までの間にいつものとは違うなんか動画を出せたいという、この2つの祈りは強く持っておかなきゃいけないですよね。なんかそんなこと思い出した。やっぱテンション下がってきた。もう一本ぐらいね、6月中にまた別の形式になんかちょっと出したいなとは思ってるんですけどね。いやー、ちょっとそれは
長期目標すぎるな6月中に達成っていうのはちょっと長期目標すぎて、なんかできるのかどうかの見通しが立たないとりあえず撮った分の字幕をつけてだな。その方向性のでなんかまたなんか流行り物に便乗できるような題材を見つけられれば、同じ形式のやつをなんかやったりとか思うけど何したんだろう。なんかサンダーボルツ見て以来なんだけどさ、多分ずっとなんだけど、やっぱアベンジャーズの映画を見返すね、しばらくの間ね、それによっていろんなものを途中まで見てたのがまたストップしてますよ。せめてアベンジャーズのドラマの方、デアデビルは止まってるのは最後まで見ろよって話なんだけど、なんかちょっとね、まだ見たことないものを見るほどの体力はないよねだからもうとっくに何回も見た。しかも特に自分が好きだからもう何回も見たやつ、ガーディアンズとか見返したりね。しかもでも俺ちょっと新しい気づきがあった。ガーディアン見てたらさ、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー一作見てたらさ、一作目の時の、直接的なメインのヴィランになるロナンっていうキャラクターがいて、でその大ボスがかの有名なサノスって、この名前を出せば多分アベンジャーズシリーズそんなに見たことない方でもなんとなくわかるかなって、そのちょっと前までやってたアイアンマンが死ぬまで、ネタバレしてごめんなさい。アイアンマン死ぬんですけど、アイアンマン第1作からずっと MCU っていうのが続いて、アイアンマンが最後死ぬまでの戦いの統一しての大ボスのサノスっていうのが結構直接のヴィランではないものの、そのロナンのさらに裏で糸引いてる存在として、でガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーが一番サノスと絡みが強いからね、ずっと登場してるんだけど、でその様子を見てたらなんかすげえ嫌なやつだなって思って、当たり前なんだけどサノスすげえ嫌なやつじゃんっていうのに、ね、新しい気づきがありまして、でこっから先は結構いい気づき。ちょっとハッシュタグつけようかな。そこまでじゃねえや、もう誰かが言ってるんだろその上でってことはエンドゲームってそのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーとの絡みどんな感じになってたっけ。やっぱりどうしてもそのキャプテンアメリカ、アイアンマン、あと、マイティー・ソーっていうところとのアベンジャーズ全体の主人公たちとの絡みの方に注目しちゃうけれども、本来その一番設定上因縁があるところとはどんなだったっけっていうのを見たらありました、新たな気づき。アベンジャーズエンドゲームの話をするときに結構その軍隊と軍隊の大勢でわーって戦って、その力の押し合いで決着ついたっていう、単純に強かったから、主人公たちの方が結果強かったからなんとかギリギリ強かったから勝ったっていうような話になっちゃったよね的な、そこだけがちょっと残念だよね的なことって僕なんかこれまでにも言っちゃったことあるような気がするんですよね。で多分それも誰かの受け売りの意見なんだけど多分ライムスターの歌丸さんからの受け売りなんだけどね、結局パワーゲームで決着がついちゃった感っていうのの話をエンドゲームのことになるとこれまでに僕言っちゃった気がするんですけど、それについてちょっと改めたいなと気づくところがありまして、でそのガーディアンズの一作目見たら、こんなサノス嫌なやつだったらロマンが実際そうである通り全然謀反とか起きそうじゃねっていうところから見てみますと、映画としての大きい見せ場としては全然エンドゲームの中で負けちゃってるんですけど、結構重要なシーンで、過去からやってきた、まだそのアベンジャーズ側、味方側についてない頃の過去からやってきた、妹はネビュラが未来ネビュラのふりして、仲間になった方のネビュラのふりしてスッと普通にホークアイからインフィニティストーン全部受け取っちゃって、でサノスのところに持ってこうとするって場面あるんですよね。でそのまま普通にサノスのところまで届けることができちゃってたら、その時まだアッセンブルが間に合ってないから普通にサノスの勝ちなんだよね、あれで。そこに、未来ネビュラと未来ネビュラにちょっとこう説得されて、サノスを裏切ることにした、正義の側につくことにした過去ガモーラの2人がそれを止めてなんとかなるっていう、あれがもしかするとストーリー的には一つの決定だと言えるところだったりするのかなっていうことにね気づきました。話すことあってよかった見たことはあるもの何回も見返すのも悪くないね。あと最近何見返したのかな。アントマンシリーズとか結構見てたけど、アントマンは特に新しい発見はないです好きなんだよね。アントマンも相当何回も見てる気がするわ。あとね、シャンチーも久しぶりに見返しましたね。シャンチーは別にそんなにめっちゃ好きで何回も見返すってわけじゃないですけど、なんかたまにちょっと確認したくなりますね。で今回もまたやっぱり後半テンションが上がりきらなかったなって思いましたこれはもう本当に気づきでも何でもなく、ずっとなんか
自分の中で答えを見出せてないところなんですけど、シャンチーなんで後半の音楽あんないかにもな感じになっちゃうんだろうね。いかにもなところに落ち着いちゃったなっていうね。CG すごいけどさ、あの世界観、ね、中国、古代中国ファンタジー的な村に行って、でそれらしいなんか収まるところに収まったようなサントラに最後になっちゃうから、普通にシャンチーンっていうかショーンっていうか主人公が普段聴いてそうな音楽の要素がちょっとこう入ってくれたらなとか、あるいはその2つの要素を掛け合わせたようなものでさ、アクションの中でどっちが活躍してるかによって音楽のノリもちょっと変わるとかさ、なんかそんなんがあればなと思うんですけど、前半はすげえテンション上がるし、主だったところ全員めっちゃいい感じなんだけど、後半ね上がりきらないですよね。で早くシャンチーのその後の活躍が見たいもんですけれども、なんだっけ、次のねアベンジャーズ大集合映画2作が若干延期、それぞれ半年ずつぐらい延期になったなんていうね話もしてたっけ。まあ気にしてはいる。それによってスパイダーマンと公開陣が前後するんだっけ。それによって何かとかっていうのは俺は言えないけどさ、ただ待ち遠しいなっていうだけのことなんですけども、やっぱりまたテンション下がってきちゃった。でもなんか俺こんなんだからさ、YouTube のショート動画にさ、アベンジャーズの劇中の小ネタ3選みたいなショート動画だとか、今後の展開予想みたいなショート動画だとかめっちゃ出てきて、そういうショート動画おすすめのところに出てきちゃうとやっぱ見ちゃうんだけど、次にサノス的な大ボスになるドクター・ドゥームっていう主にファンタスティック4の、これまでの映画にも登場してる、メインのかなりメインのところの敵ですよね、の役をアイアンマンを演じていたロバート・ラウニー・ジュニアが演じるっていうことがもうずいぶん前から発表されてまして、それに関するね面白いショート動画があってさ嘘だろおいショート動画見て面白かったっていう話をするの今からします。同じ役者さんが演じて同じ顔になるから、マルチバースでね、別の世界のトニー・スタークがどこかではドクター・ドゥームっていう悪いやつになっちゃってるっていうストーリーかっていうのがやっぱりまず最初にされたところの予想なんですけれども、それは結構あれかな、公式に否定されてたりするんだったかな。なんかその作ってる人のインタビューとかで違ったかな、なんかそうではないらしいみたいな話は結構出回ってて、でそこに関する新たな予想、考察っていうよりも展開予想なんですけど、どなたかが言ってるもんで、この海外の人が言ってるのを翻訳してショート動画で流してる感じなのかな。いろんな世界にロバート・ダウニー・ジュニアの顔の人がいて、で基本みんなドクター・ドゥームで、僕らが今まで見てきたそのアベンジャーズの映画の中の世界でもほっといたらドクター・ドゥームになっちゃうところだから、そのマルチバース的なものをすげえ管理してる支配者みたいなやつが、ヒーローになるようにできるだけ仕向けて、ヒーローとして戦いの中で命を落とすようにしたのがトニー・スターク、アイアンマンだったのであるっていうね。これは面白くないですか。だとするとエンドゲームとかもちょっと見え方が変わってくるとかさ、ドクター・ストレンジはどのぐらいのことまで分かってたんだとかさ、分かってなさそうだけどね。ドクター・ストレンジは分かってなさそうだよね、そこら辺のことTVA の存在とかも絶対知らないだろうしね。でもその設定だったら結構面白いんじゃねえのって、その予想を知った上で見に行ってもさ、なんか全然結構それは面白い設定だぞなんていう風に思っちゃったから、今後ね、どのぐらい先になるんだ、もう1年後とかもっととか来年末とかか、わこれはやってらんないねでも見たらその頃に僕がこれを続けてるかどうかなんて分かったもんじゃありませんけれども、でもそうなるとまた、フェーズ1からいっぱい見直して、新たな発見があったり、何もなくシャンチー後半テンション上がりきらねえなってことをまた何度も言ったりとかっていうね日々が来ちゃうと思うので、もうすぐで今年は、ファンタスティック4があります。それによってまず直近でもまた今と同じような状況に僕は陥ります。新しいものを見なくなりますでそれが静まった後ですね、今年の後半から来年の前半にかけて、もしかすると調子が良ければ改めてジャンプの漫画とかをもっと読もうじゃないかっていう本来の形に戻ったりする可能性もありますので、どうにか辛抱強く、チャンネル登録したままにしていただけ、トム・クルーズの映画とかも、頑張って見たことないものを見ていこうかなと思いますので、どうにかご辛抱いただければと思います。ちょっと前に解除したやつのこと忘れてねえからな。誰なんだろうな。あんまり考えないようにしようね。しないようにしようね。で、恐ろしいことに毎週
こうやってダラダラ適当に飛ばしてもらう前提で喋った後に、今週なんか映画館に行って見たものの話なんかをっていう風に設けている時間で、この後する話、サムネイルにもしましたけど、2度目のサンダーボルツに行ってまいりましたの話をこれからしますからね、とっとと言っちゃいましょうか。必要経費のコーナーなんて毎週ジャンプの話をするにあたって少しでも早く過去のジャンプ作品も読破するべきである。私、セラピー100連発が今週そのための金銭的、時間的経費を避けないほど見る必要があったものを紹介するコーナーです。なんて要はね、最近映画館で見たものの話とかをするところなんですけれども、サムネの通り、サンダーボルツをまた見てきました。サムネでは1回目に行った時の IMAX の時のおまけを、そういえばこれ写真に写すの忘れてたと思って、持ってみたんですけれども、もうね、とっくにね、IMAX 上映やってないんですよね、札幌ではね。どうなんですか？首都圏とかでは全然まだやってたりするんですか？もう多分ね、札幌ではね、どこでも見れないです。ちょっと公開期間短くないって思っちゃうんですけどね。ということで今回は、前回は IMAX 字幕で見たので、今回はもう完全普通上映の吹き替えで、行ってまいりました。IMAX で吹き替えとかで見られるところとかもさ、東京とかだったらあんのかね？結構吹き替えで見たいんですよね。で見てきました。吹き替えだから特に何とかっていうことはなくて、なんか字幕読むのに頑張って集中して映像見落としたりとかがないようにしようと思ってちょっと違うバージョンでも見とこうっていうぐらいのと、あとやっぱりね、もうネタバレは気をつけなくていいっすよね。タスクマスターの件とかをもう心の準備できてる状態で見たらノイズ入らずに最後まで話を追い切れるんじゃないかっていうところで確認。そんなんじゃなくても振り回されながらでも全然1回目楽しめたんですけどね、もう一回改めて見てみようということで言ってまいりました。なんか映像的に字幕だと見落としてたこととかって何かあったかな。強いて言えばあれかな、最初の方でなんか主人公のエレーナが廊下で戦うところとかは、これは結構あれかな、ナターシャの初登場のアイアンマン2の時のハッピーとナターシャでなんか廊下どんどん進んでいく時の雰囲気とか、すごい印象的だったから、あれを彷彿とさせるやつかな的なのとかをちょっと思ったりね。で、ちょっとそんなことを思ってみたりすると、アイアンマン2の時の印象的な場面ってすごい照明が白いビッカビカの明るい中をナターシャがもう怒涛の快進撃っていう感じの場面だったのに比べると、明らかにその暗闇の中に進んでいく廊下になってる。画角とかは結構違う感じだけどね。同じとこもあるのかな。なんかそんなに別にカメラワークとか似てるとかではないですけども、その暗闇の暗くなっていく廊下を突き進んでいく感じとかね。全体になんかそういう何かを象徴するような映像っていうのがずっと続く映画なんで、なんかそこら辺を楽しめたりも良かったですけどね。そんなにでも新たな発見は今のところないかも。配信でいっぱい見ますよ、これから。それよりもね、やっぱね、一番大事なそのタスクマスター周りですよ。そこに関しては完全な見落としがありました。やっぱ俺がその字幕をなんとか、置いて帰れないように読まなきゃってなってたせいで、ちょっと理解しきれてなかったところがあったんですけど、最初にその黒幕のヴァルに、利用されてる、エレーナをはじめとしたそのちょっとこうヒーローになりきれなかった汚れた経歴を持った、特殊能力のある殺し屋たちが大集合して、一気に焼却処分されるっていうね、そういう場面の時に4人が一堂に会してわちゃわちゃって揉めてるところを燃やしちゃえっていう作戦なんだと僕最初見た時思っちゃってたんですね。これ結構重要な勘違いで、ここも見落としてるとそれは見え方変わってくるわなっていうことを、僕が分かってないまま前にハッシュタグつけた時には喋っちゃってたんで修正します。四つどもえじゃなくて4すくみになってたんだね。誰が誰を狙うかっていうその順番が全部こう一周するように決まってたんだね。でしかもそのタスクマスターのことを誰が殺したのかっていうのも大事で、なんとなく俺一回見た時にね、なんか US エージェントかなんかのジョン・ウォーカーの流れ弾かなんかが当たったような感じだったかなってなぜか勘違いしたんですけど、違いましたね。ゴーストが殺したんですね。これがもしかすると結構なんていうの、一応その留飲を下げるというか、見てる上で納得せざるを得なくなるところの一つの鍵なのかなっていうふうに思いました。そのタスクマスターが序盤であっさり重要なキャラなのに殺されてしまうっていうそのひどい扱いに関してね、一応その監督とかがインタビューで答えてるかなんかのやつで、監督側の表向きのと僕は言っておきますよの主張としては、いつ誰が命を落としてもわからないぐらいのスリリングな状況なんだっていうことを序盤で印象づけておくという狙いがあっての演出ですっていう風に一応言ってると。どうやらなんか監督が結構アメコミの原作が好きな人らしくて、原作から結構改変されちゃってるキャラ
だから、それも最もっちゃ最もなんだけどね。ただ初登場の時にそのブラックウィドウの時にはその改変がすごく有効な意味があったと思うから、どっちもしょうがないことなんだけど、結構原作と変わっちゃってるキャラをこのままフランチャイズの中で生かし続けてでもうまく使えるんじゃねえかっていうことであっさり殺しちゃったっていう風なことがおそらくあるのだろうという風に見えて、だから今後どういう風に出てくればいいとかっていう話を俺したっけ？多分出ていいっていう話を多分俺したね。その話はじゃあ今は割愛しましょう。だから監督の表向きのインタビューとかでの主張を飲むにしてもそれに対してのエレーナのあっさりした反応とかどうよっていう感じで、そこら辺のことをセリフでどういう風に後から言ってるかなとか、殺しちゃった直後、死んじゃった直後にどういう反応をその場の人たちがしてるかなっていうのに注視して、今回は見てみたんですけれども、一応セリフでエレーナが彼女もこれまでにたくさん人を殺し私たちと同じだから私たちと同じように、いずれはこういう形で命を落とす宿命だったのよって受け入れてるようなセリフを言ってるんですね。これでもまだちょっと納得できないよね。まだね。だってタスクマスターのかわいそうすぎる出自をエレーナが知ってる上でって言えば、彼女だってたくさん人を殺してきた殺し屋なんだからとは言えないはずだから、ね、それは違うじゃんって思うんですけれども、この言葉を額面通りに受け取るんじゃなくてゴーストがここで間に挟まってるっていうのがあると、僕ゴーストやっぱ一番好きなんで、あの中ではだったら飲めるかなっていうふうに思いました。やっぱゴーストって子供の頃にあの能力を授かってというか、あの状態になってしまった得意体質になって、でそれ以来今は初代ワスプのおかげで痛みとかはなくなったけど、でも子供の頃からずっと痛くて苦しいまま暗殺の仕事を、しかもシールドに、本来ヒーローの組織のはずのシールドに、やらされてて、これはもう完全にアントマン&ワスプを見れば分かることですけど、痛すぎてまともに何かを考えたりするような時間とかも子供の頃以来ずっとないまま生きてきたんですよ。だからやっぱ中身子供なんだと思うんだよね。でそんなゴーストなりにタスクマスターを命令されて騙されていた流れでとはいえ殺しちゃったっていうことに責任感じてる形で、そんな雰囲気でエレーナにタスクマスターって人とあなた知り合いだったのって問いかけると、それに対してエレーナが答える時のセリフがさっき言ったような形なんですよ。なのでエレーナがゴーストを気遣ってそういう風に言いつつ、自分の中でもこう納得をつけようと、しているっていうことなんだと捉えれば、僕はそのあたりの、会話のシーンを見て割とタスクマスター問題に関してはいいかなっていうか、飲み込むことができましたね。ただ、何段階か多分層があると思うんですけど、そのタスクマスターが死んじゃったっていうことがもうとにかく絶対許せないっていう人もいると思うんですよ。で僕はそういうことではなくて、タスクマスターそこでそんな感じで殺されちゃうのかよっていうことに対して若干イラッとするっていうのは、結構メタ的な話でしかなくて、キャラクターのね、これまで愛されてきたキャラクターに対しての扱いとしてなくねっていうことでしかないので、ストーリー上の納得感とかは別にもともとそんなには疑問を持ってなかったんで、とりあえずそこに関してはあっさり解決することが自分の中でできたんですよ。でメタ的な層の部分でのそのキャラクターの、扱いとしてどうなのよっていうところに関しては、もともとそんなに、本当に話にとって邪魔になるとも思ってなかったので、これから何とかしてくれれば大丈夫です。なんかデッドプールの方の世界の友達として、ぜひ出してください。新しいちょい原作に寄せたようなキャラで、責任取っててくれれば僕は別に全然許せるかなというところなんですが、さらに別の層として結構な重要なキャラだったはずなのにあんなにあっさり退場っていうことは、この後なんかあるやつなのかっていうのが引っかかったままその後の話を見ることになるという問題についてはですね、これについては別に解決していないんですね。だから僕が1回目で例えば吹き替えで、見ていたりとか、それから字幕をちゃんと読み飛ばさずに、追いかけることができたりとか、していたとしても、1回目の時はそこは普通にこの後なんかあんのかなって引っかかったまま、後半の話があんまりちゃんとは入ってこないっていう風になったんじゃないかなと、やはり未だに思います。あれはどうなってればよかったんだろうかね。だからその死んだ後のゴーストとエレーナの、会話の部分で、あれは本当に死んだっていうことですよっていうその儀式としての場面っていうことなんですけど、でもあれ見てもな、やっぱ死体の脈取るぐらいしてくんないと本当に死んだか、それでも俺まだ死んでない可能性あるとすら思ってるけどね。っていうのは作ってる側も決めてないんじゃないかぐらいのね、これから後付け的にあの時なんかこういう感じで実は
ギリ生きてて一人で別のところから脱出してましたみたいなことを後から言う余地全然あんじゃねえかなって思ってるから、そこがね引っかかりになったまま見なきゃいけないっていうのに関してはいろいろ今回2週目見たことによって細かいところまで洗い出した結果、この作品僕にとっては唯一の、厳しい人にとっては最大の欠点ということになるんじゃないかなというふうに思いました。何度も念を押しておきますけれども、基本は好きですよ。そこで引っかかっちゃったっていうのを今回確認していただけで、2回映画館に行く料金払っても損ではないなって思うぐらいヒーロー映画として全然好きなんですが、もう1個引っかかるポイントがあったんですよ。で、これが1回目に見たときに、タスクマスターの件がまだなんか回収されてないふりなんじゃないかって思ってたせいで集中できなくて、なんかどっか会話を見落としてる可能性があるから、確認するまで、自分の感想を決めきれないなって思っていたポイントなんですが、特に今回主人公っぽくなるエレーナがなんでそこまで頑張らなきゃいけないのかっていうところね。これはなんていうのかな、これもまたちょっとメタ的なメタでもないけどお約束とかなんで、どうしてもねどんな創作物どんな表現もその発表された時代というところとは切り離せないものだっていうのがこの週刊少年トランスの理念なんでありますがだからまた若い女性がママみたいになってあげるパターンのやつ、もう最近それ以外のパターン充実してきてるところなのにまたそれやんのかよっていう部分ねでちょっとノイズになっちゃったって、なんかね変なところに目をやりすぎかもしれないですけど、でもやっぱりほら直前でさキャプテンアメリカ、今のキャプテンアメリカっていう新しいパターンのなんかこういう感じでケアをしてくれるその男性ヒーローっていうパターン、強い男がその役割を担うんだみたいなパターン MCU から出てきたかっていうところだったのに、なんかまた若い女の子がママになってるわっていうのを若干ですけどね、そんなに別に見てるときにそればっかりには思わずにストーリーとして納得できるところも全然あったんですが、若干感じたのをその最後の戦いに向かってクライマックスに向かっていくところの直前の会話、エレーナと名前忘れちゃったレッドガーディアン本名なんだっけは思い出したいわ。まあいいや、レッドガーディアンね、パパとの会話を見てたらちゃんと納得できるようないい感じの会話が、それもね、なんか本当にいいお芝居になってて、2人のやりとりでありました。なのでそこもちゃんと確認したら納得できました。これ半々かなと思うんだけど、半分は普通にヒーロー映画としてよくあるっちゃよくあるだけど、いい言い方すれば真っ当な間違いない定番の形として、エレーナもやっぱりヒーローになりたいっていう願望があって、その実現をなすっていう最初の1回だったんだっていうことで取られれば、別にだったらアイアンマンもそうしてるしキャプテンアメリカもそうしてるしっていう話だよなっていうふうに思いました。でしかもぶっ飛ばして終わりじゃなくてっていう助け方、倒し方、助け方、終わらせ方、の部分に関しても今っぽいなっていう良さでもあるけど、だけじゃなくてね、それだけだったら別にそんな今っぽいだけのものなんて別に好きになりませんよだからエレーナをはじめとして、汚れた経歴を持った彼らが望んでいたヒーロー像、自分たちがしてほしかった助け方を、するヒーローになるんだっていうことで言うと、元々のこのキャラクター、これまでに描かれてきたキャラクター像と今回のストーリーともすごく噛み合ってるから、それが今っぽいものに結果的になってるっていうのはうまくいってるところだなというふうに改めて思いました。が半分なんだけどね、もともとヒーローになりたかったからついにその時が来たんだっていうのだったらいいけど、そうなら、よくあるパターンだけどいいですよぐらいのところで半分なんだけど、もう一個は多分たまたまエレーナと、ボブがなんか気があったっていうことなんだろうなっていうのが、これはね今回のサンダーボルツという映画ならではのちょっとこう憎まれ口叩き合う感じの、綺麗なヒーローじゃない者同士のだからこそできる会話劇でずっとクスクス笑わせてくれる感じを見てると納得ができるところがあったんで、これやっぱセリフに注目して改めて見られる吹き替えの方で見てよかったなと思いました。日本語圏の住人としてはその2つを合わせてみると、僕が最初にちょっと引っかかっちゃった方向性の引っかかり方でまだ引っかかり続ける人が残ってたとしても
しょうがないかなとは若干思いつつ、僕個人としては結構十分に納得できました。で、何よりね、その1個目に言った方の半分、もともと子供の頃からヒーローっていうか、なんかこうみんなを守る存在になりたい子だったんだよっていうのをパパが思い出させてくれるシーンのセリフの感じが相当良くてね、あれ言語ではどうなってんだろうね、吹き替えで見たのが、大塚明夫ボイスだしさ、めちゃくちゃ良くて、お前なんで子供の頃のサンダーボルツっていう名前のサッカーチームの頃にキーパーをやることにしたのか覚えてないのかっていう風にパパが言うんですよ。でエレーナの方は、いつものその売り言葉に買い言葉な憎まれ口で、一番動かなくて済む楽なポジションだからじゃないのなんて言うと、そこでその当時のエレーナが言っていた本当のもっとなんかこのピュアな、理由のことをパパが思い出させてくれての時の言い方がいいんですよ。なんか力強く、いやそうじゃない、お前あの時こういう風に言ったんだって言うんじゃなくて、ヘラヘラ笑いながら何でもないことみたいにその一旦憎まれ口を受け止めて、まあそれもあるかもなって受け止めた上で、当時の本人の言葉を思い出させてあげるっていう過程を踏むんですね。ここがすごく良かったと思った。ここが、あいつの名前思い出したいわレッドガーディアンの名前なんで思い出せなくなっちゃったの、すげえ人気らしいですけどね。そこがレッドガーディアンの成長を感じられるところもあってよかった。レッドガーディアン人気らしくてさ、そんなに一気に人気になっていいようなやつかとは思うんだけどね。ブラックウィドウみたいな、その久しぶりに合流した時の会話とかひどいんだけど、ただ久しぶりにせっかく娘たちに再会した時に、そんなことよりもキャプテンアメリカが自分のことをどう言っていたのかどうかを気にしてる感じとか、ブラックウィドウに登場する場面でね、あとなんだろうな、そのオハイオに暮らしてた店の家族としてアメリカ人のふりをして、暮らしていた時期のことを、あんなしみったれた仕事で俺は本当はレッドガーディアンとして大活躍するはずだったのにって言っちゃう感じとかも、あれはねやっぱね、その伝え方の工夫を怠っているっていう彼の人間性だったんだなっていうふうに今にして見返すと感じるんですよ。別に家族のふりしてた時代が本当に嫌だったわけではなくて、そこに何か楽しさとか幸せは間違いなくあったっていうのは、エレーナとかがそうであるように、実際名前を思い出したいのにねレッドガーディアンも、感じたことは間違いないはずなんですけれども、でも同時にもっとヒーローとして活躍したかったっていう気持ちもあって、そっちばっかりが先走っちゃって、でその気持ちだけを言ったら誤解されるだろうって、家族がもう全部嫌だったみたいに思われちゃうだろうっていうところに気が回ってないですよね。不器用なだけで悪い人ではないという言い方はできるんですけれども、でも悪い人ではないから愛嬌があるからっていうことだけで、不器用というか、そのね、立場的に父ですよ、父としてその工夫を怠ってはいけないところをやらないでいるっていうことに関して許されるもんではないだろうというふうに、思うから、その父と小さな娘っていう関係の場合で言うとね、だからちょっと一気に最近ファンが増えてるらしいということに関しては、僕はムムってこれもねまたちょっとね引っかかってるところがあったんですけれども、ただ改めてセリフを確認した一番大事な最後のクライマックスに向かう直前に娘と二人っきりで喋るところで、ちゃんとそこ成長した、伝え方ちゃんと工夫するようになってるっていうのがすごく良かったですね。これは本当そこに気づけて、レッドガーディアンのことすごい好きになれたから、ちゃんと2回目見に行けてよかったな、ギリギリでね、公開期間のギリギリになんとか行けてよかったなっていうふうに思いました。あとはその吹き替え好きにとってのその本当に小ネタ的なことでしかないんで、もう言う必要全くないことなんですが、やっぱりエレーナがね喋ってるところ、声もそうですし、結構喋り方のテンションとかそういうところの雰囲気もね、MCU で言うとね、マイティー・ソー系列の名脇役にして何気にワンダービジョンにも登場していい味を出していたりするダーシーと似てるなーっていうのをねずっと感じてしまいますよね、どうしてもねただそんなこと言ったらそのウルヴァリンと同じ声の人何人いるんだっていう話になっちゃうんで、それぐらいはご愛嬌でしょう。はい、そんな本当にする必要のない話まで飛び出たところでこの辺にしておきましょう。週刊少年トランス。この動画は私セラピー100連発が大好きな週刊少年ジャンプを読んでぶっ飛んでしまう様子をお楽しみいただく自主制作ドキュメンタリーネットラジオです。今週から3週連続で、いいですか、すごくいいシールがついてきます。ワンピースの単行本の表紙のフレークシールがついてくるので嬉しいです。ね、紙で買うのがしばらくおすすめになるかなというふうに思います。そして来週からですね、新連載が4つ始まって、そのうちの3つがスポーツ漫画というところなんですね。ちょっと僕スポーツに関しては何もわからないので、スポーツ漫画
どうかなっていうのと、単純にスポーツ漫画ってやっぱりね、ジャンプの中で苦戦するイメージが、なんでなんだろうね、なんかジャンプの中では。でも、青の箱があるか、青の箱スポーツ漫画でもあるもんね。青の箱全然生き残れてるなぐらいか、今あるのは本誌だとね、の中でなかなかこれはそろそろがっつりスポーツのやつでなんか当てたいっていうところだったりするのかなっていうふうに思うんですけど、どうなるんでしょうね。でね、ジャンプでスポーツ漫画なかなか当たりにくいって言ったって別にこれまでに面白いのいっぱいあるし、今だって3級ピッチとかジャンプラだったらやってるしみたいな話をここでするっていうことをこの後の俺は想像して、オープニングの部分で俺が喋ってくれるだろうっていうことを想像して、この後、今ジャンプで連載中のスポーツ漫画エンバーズの話をしている時にはいいやって切り上げて今の俺に任せてる気がするんだけど、別になんかないやでもよく考えたらね、キルアンもねスポーツ漫画の要素もあります。藤巻先生ですからね。そう、俺スポーツ全く分かんないけど、別に黒子のバスケ読んだら面白かったし、黒子のバスケも面白かったし、スラムダンクも面白かったからね。俺だから漫画として面白ければ全然、なんならロボレーザービームも俺なんであんな短く終わってんだろうってぐらい面白かったからね。でしかも1個目に始まる4連弾のうちの1個目が春風マウンドって、これ野球の漫画なんですけどね、ほの見える少年のコンビが書くやつなんですよ。でこれね、読み切り乗った時にね、俺話してる気がすんな。なんかそういうのをうまく検索する機能ってないのかねどっかの回で僕は喋ってるはずです。春風マウンド、まあまあ面白かった気がするんだよ。ただ結構なんかルール上やっちゃいけないこと、なんか、中学生をスカウトするのがダメなんだったかなんだったか、なんかそんなようなので、読み切りだからこそ無理やり通ってるような設定とかが結構肝の部分であった気がするから、そことかをなんか上手に連載用にこねくり回せればいけるのかなっていう感じのね、期待はしつつ、ほの見える少年を僕はなんとなく好きだったイメージがあるんで、期待はしつつですね。あと横井言うのがやっぱね、ほの見える少年に僕が期待してたのは、やっぱジャンプの中でもその怪奇漫画枠、呪術廻戦も部分的になっていたけれども、でも呪術廻戦はあくまでも部分的にでしかなかったと思うんですけども、そのがっつりの怪奇漫画、をほの見える少年は結構やれてたなっていう感じがして、春風マウンドにも不気味さ、怪しさみたいなのが読み切りの時にね、うっすら漂っておいたと思うんだよね。なんかその感じも入ってくるといいなっていう風に思ったりしますが、あと今週のジャンプでっていう話で言うと何かありますでしょうか。この後紹介するところで1個ずつのところではそれ言っちゃったらもうそれだけの話なんでっていうことで飛ばしたんですけれども、今週何気にね、茜話結構良かったですね。茜話第161席、勝っちまうんじゃっていうところが、このままいったら勝っちまうんじゃないのかっていうところで、まだ予選とかなんで別に全部の勝負が決するわけではないんですけれども、茜が用意してきた作戦を披露してとかっていうところで、ね、ぜひこれはちょっと読んでいただきたい。すごく面白い。細分のところで一気にもうあんま言っちゃダメだ、ぜひ本誌で読んでくださいというふうに思います。それでは今週私が特にぶっ飛んだ作品を振り返ってまいります。今回は2025年28号、表紙と関東カラーはなんと、1周年とかなんだっけ、1周年なんで1周年御礼とはいえ関東カラー来ましたね。エクソシストの清くんですよ。出た令和の鳥山明いやだから絶対言い過ぎなんだけどね、鳥山明の一番の個性はそれまでに鳥山明みたいな人がいなかったってことなんだけれども、そのことを差し引いて言えばもう鳥山明です。臼井正一先生、第47話頂上決戦 in 奈落市ということでね、この痛快さというかね、肩の力を抜いて読んでいい感じの、スッと入ってくるようなもう王道のバトル漫画で、もうアクションシーンの映画本当に見てて眺めて楽しいですよ。動いてる感じも結構するしね、こんなにさ、その王道な感じでさ、別にその変わったことするとかじゃなく、最低限の絵で戦ってんな、動いてんなって感じがする、やっぱ書き文字含めだよね。絵もだけど書き文字含めていいなっていうのと、あとは場所もすごい有効な使い方するしさ、そこら辺に関してはなんなら初期ドラゴンボール超えかなって言ってもいい感じだ。ドラゴンボールでこのやっぱ遊園地をわざわざ舞台に選んでとかはあんまね、燃え盛る遊園地とかはあんまないかもね。そこに関してはちょっとやっぱワンピースの中でもその時々ショーによってあったりなかったりな、その場所のギミック感みたいなのも聞いてたりするかもしれません。で
メインのラスボスの方のキャラみたいなのがなんかどんな人なのか今週ではっきりした感じが、俺こんなに結構エクソシストの清くん好きっぽい雰囲気出していつも喋っちゃうんですけど、なんかちゃんと分かってない、単行本でちゃんと振り返ったりしてないから分かってなくて、今までどうなったんですかね。なんか今週で一気になんかラスボスっていうか今戦ってる中での一番強い相手はこんな感じなんだっていうのが分かりました。もう典型的な戦闘狂バトルジャンキーで、でも別にこれも全く今までに見たことないようなその革命起きたなっていうようなことはないんですけど、でもね今のジャンプの中では意外とこの単純さってね逆にフレッシュかなというふうにも思うんですよね。だからいいとこついてるなというふうにすごい思います。でそれと同時にやっぱうまいことやってるのはちゃんと関東カラーの回でちゃんと必要なこと詰め込んできてるなって思うのは、やっぱりまず主人公とその敵の中の大ボスとの戦いはもう本当に見てて絶対いいじゃんって誰が見てもなると僕は思うんですよ。で同時にやっぱね今のジャンプでね単純明快で見てて楽しいねっていうだけでやっぱ生き残れないですよ。同時にサブキャラっていうか一番のメインじゃない主人公じゃないところでも実力的には主人公より上でもおかしくないように見えるけど、この人は主人公のこと最強として認めてるなっていう感じ、師匠的なポジションの人と、その相手になってる敵役とのところでは結構そのまだ描かれてない過去のいろんなエピソードからの因縁がたくさんあって、ここ結構重めのドラマとかもあるのかななんていう雰囲気も漂わせたりね。今回魔王たちが人間の世界に攻め込んでくるっていうのを手引きした元エクソシストの裏切り者の、名前ズバリユダっていうやつが、ユダかな名字だから日本語の名字になってるからユダなのかな、っていう人がいて、そいつとその師匠ポジションのもともともっとなんか本当に組織のトップみたいな立場にいたらしい超強い人が、いたりするんですけども、その会話の中で、主人公の話をしてね、最強の主人公、若くて希望あふれるあいつを見てると昔のお前を思い出すなユダみたいな話になんとなくなってたりするんですよ。ほらこの辺のさ、今のジャンプに載ってる漫画として最低限ちょっと確保しておいてほしいなっていう奥行きというか深みみたいなものも本当にごくわずかな材料だけで手短に用意してくれるんですよ。そこがやっぱうまいとこだよね。本当にそういうことのためにコマ数割きすぎず、本当にちょこっとのセリフのやり取りだけで1話の中に全部必要なことを収めてるっていうのが久しぶりにね、ここまでね、関東カラーの回に合わせに来てるな、合わせに来ることに成功したなっていう、漫画を見れましたよ。マダンの1第37回君がいたから、なんか前回の時にちょっと俺確か話したりするんですけど、魔法を使うための道具、魔法具っていうんだね。それを今回で思い出せました。魔法具っていうんでしたね。を使うこととか、それをいっぱい使うこととか、男がそれを頑張って使って魔法使いみたいになろうとすることに関しての扱いみたいなのがこの世界観の中で結構なんか意味持たされてるところなのかなっていう匂いが前回したんですけど、ちゃんとありましたね。ちゃんとあったなっていうのを関東からの次、前回が関東からだもんね。関東からの次の回でしっかり掘り下げてほしいところを掘り下げてくれました。直後に確か連載全体の序盤では魔法具っていうのが紹介される時にはこれがあればね誰でもみんな平等に魔法的な便利なことできますからねっていう、ただただ便利なものとしてその文明の利器みたいなこととして紹介されてるようなイメージだったけれども、ちょっとここね今回の舞台になってるのがその多分首都的なところから離れてるような、首都と国単位で違うのか。だから魔女たちがなんだっけマンチネルが多分世界の本当中心なんでしょうね。で今出てくるなんか和風な雰囲気の国の名前なんだっけねこの国は結構そのちょっと辺境の地みたいな扱いなんですよ。だからそこら辺の意識ももしかしたら遅れてるみたいななんか設定もあったりするのかな。でだからそこの王族の男が魔法具をたくさん、自分で作るなんていう仕事をしたがるなんてそんなみすぼらしいみたいな扱いがなんかちょっとあるっぽいですねっていうのが回想シーンで分かってきたりとか、それからサブタイトル君がいたからだったっけ、ちょっとちゃんと確認してから言うと、さっき自分で読み上げたばっかりな気がするのに君がいたからで合ってましたね。この極楽くんと主人公医師との関係っていうのも前回のその杭の例えを用いた話はさらにフリーにして、それもそれで良かったんだけど、家族がいたから心の支えになったからって言われちゃうと天涯孤独のいちくんちょっとどうしたらいいの感はあるじゃないですか。ちょっとそこ寂しいところあるじゃないですか。でどっちも大事。その外部から来てくれたものが一緒にその守りたい心の支えを
守るための戦いに横に並んで一緒にいてくれるやつっていう、こういうやつも大事っていうところを、別の角度からそういうところも照らし直してくれたことによって、それが多分ひいてはこのマダンの位置という話全体のこの先行く末のもしかしたらテーマにもなってくるのかなみたいな、その位置とデスカラスの関係とかにもね、というような、今週は結構全体があった上でさらに一歩進めてみたいな話になったんで、どっちかというとやっぱりもちろん前回のその関東からの回の方がとっつきやすいカタルシスみたいなものがあったんですけれども、それをたまたま読んで興味持った方はさらに続けて今週読んでみると相当2つ合わせて面白くなるような大事な回だったんじゃないかなというふうに思いました。ワンピース第1151話、もういい、わかった。次号救済で再開は6月23日売りの分の30号ということなんですけれども、それでも、全然許せるぐらいの OKOKOK っていう感じの終わり方でしたね。今週の最後のところで分かりました。もう、はいね、ここはもうワンピースのことも信じてます。ワンピースは信頼があるからもうこれやっても許されるというかね、このパターンはもう見えてきました。こっからもうね、楽しい展開が待ってますから、そのために一回どん底に落ちてって、ウソップとか結構かわいそうですよね。憧れの師匠たちがあってのかわいそうですけれども、これが全部マスターにもオセロのように裏返りますから、大丈夫大丈夫って、にしてもどうだろうね。カイドウとか結構何回も2点3点したからな。この上でっていうのあるんで、一旦ちょっとルフィのターンだぞっていうのが見られるんで、1周ぐらいは待ちますよ。あとスコッパーギャバンが死にかけてるところで、なんとか命からがら声を振り絞って言った言葉がナンバー2っていうのに対してみんなで譲れないものがあるんだって反応するところ、このコマをちょっと見てほしいんですけど、なんかちいかわみたいなユーモアのセンスだよね。小田先生ってちいかわ読んでるのかな。どうだったっけ。堀越先生は絶対読んでるはずなんだけど、小田先生ってどうなのかな。もしかしたら読んでる可能性があるな。なんかちいかわっぽいなって僕思いました。あとキリンガムね、キリンガムの見た目がまさかこんな感じとはって、かっこいい、びっくりした、かっこいい、こんなおまけまでもらっちゃって、最後のページだけでも今週はもうありがとうございますって感じなんですけど、結構いろんないいおまけをもらっちゃいました。神楽鉢第82話のサブタイトルが、最後に出てくるっていう演出のやつなんですけど、でも伏せる意味ないと思うんで別に普通に言いますね。第82話、炎天 VS 飛び胸。この演出ね、今やってるのもしかしたら神楽鉢ぐらいかな。ヒロアカから継承したっていう感じあります。継承したっていう感じありますね、そういうとこね。最後のコマなんかもさ、このバーンって飛び出る感じ、結構坂本デイズがまだ全然バリバリ連載中なんですけど、若干ここは絵はね、やっぱここでね、久しぶりにね、僕が最初の頃に言った神楽鉢らしさの絵にもなってるんですけど、同時にそのアクションの場所の使い方として結構坂本デイズっぽいな、空中にポーンって飛び出す感じとかあるなとかも思ったりとか、あと今週の神楽鉢で大事なのはね、神楽鉢っていうか他園先生がさ、結構じゃんじゃかコピーを使うでしょ。これはワンピースから継承しなかったところというか、ワンピースってコピーね、確かね、全くゼロじゃないんだよな。多分1、2回しか長い歴史の中でやってないぐらいの感じなんですけど、もしかしたらナルトから継承してるのか。ナルトはなんかコラージュを上手に使ってるよね。コラージュでの登場はないんですけど、でもやっても全然ありかなって思うぐらい、ここね、このコピーをじゃんじゃか使うっていうのも、このやっぱ神楽鉢の全体に漂う一歩引いたところから冷めた目で見てる雰囲気なんですよ。だと思うんですよ、僕は。作家さんの目から、作家さんの視点に立って言うならば、その自分で描いた絵をちょっとこう並べ替えて、もう一回並べ替えてどんな感じに面白くできるかなって考え直すみたいな、なんかそういう作られ方がしてる世界っていうのが全部にあって、でそれがじゃあ先に最後の場面も言いますけど、やっぱ動線を描いてないですよね。最後空中に飛び出した時にね、動いてる風に見えるところもそこそこやっぱ羽とかのそのグラデーションみたいにするところの描写であるけど、でもやっぱ最後のコマは印象的にその瞬間だけを切り取るっていう。しかも特に初期の頃に僕はそういう風に感じていたので、最近そればっかりではないので変えてきたのかなとも思うんですが、一応改めて念を押しておくと、漫画的にバシッと決まってるポーズから次のバシッと決まってるポーズへ移り変わる途中を切り取った、あんまりその決まってない瞬間を、超シャッタースピード速くして切り取ったみたいな描き方ね。これもやっぱりちょっと離れたところから引いてみて冷めた目で見てるシニカルな描き方の漫画だなっていう感じが僕はするんですよ。で今回そのコピー使いがおーっていうところなんですけど、これまでも1個前に使った
絵を次のコマで拡大コピーしてわざとこの絵の感じを荒くして線を荒くして見せてそのギャグっぽく見せるとかオフビートな笑いにするとかはありましたけど、それに今回してないせいで分かりづらい。そんなに拡大しまくることで絵が荒れて見えるとかにはなってないせいで分かりづらいんですけれども、回想シーンが全部ではないのかな、結構コピーが使われてるっぽくてってことが大事なんですよ。過去にこの場面がこの絵がもう描かれてましたよっていうので、本当に細かいね、刀を持ち帰るっていう描写でね、全部必要な布石はもう打ってあったそうなんですね。意外や意外。佐村さんの計略によってウルハさんはまだ生きていたって、そしてなんでそんなことをしなければいけないのか、それをするとどういうことになるのか、それを通して佐村さんのその大きな計画はどうなっているのかっていうのはもうちょっとぜひ本誌を読んでください。ちょっとここら辺で単行本で読み返してね、どのぐらい読み取りやすくなってるのかっていうのをね、検証しておきたいところではありますが、ちょっと僕はざっと読んだ感じ気づけなくて、後でツイッターで詳しい方の意見を見て、ああ、本当だ、これコピーでやってる絵だから、過去にもこの描写があったっていうことだっていう風に気づけました。でもよく見たらちょっとやっぱ線の太さとかがいつもと違くなってるところあるから、逆に縮小コピーによってギュッと詰まってる。逃げ分かでたまにありますけどね、これギュッと詰まってる感じに書かれてる。でも逃げ若は普通に多分デジタル作画ってことだろうからと、あと寝転がってるというかうつ伏せになってるウルハさんとかは結構線太めになってるから、ここで拡大コピー感気づけたかもしれない。これがもしかしたら新規で抱えてる絵の可能性もある。全部のコマがそうなのかちょっと僕確認できてないんですよ、ごめんなさい。本当はここがね、過去に描写された場面からの引用だっていうのがバシッと決まってると、おお綺麗に回収されたっていうのも一発で伝わるし、そしてそのやり方って神楽バッチっぽいなっていうのもなるところなんで、もしかしたら本当はもっとそこがっつり狙ってるところだったのかもなっていう感じもちょっとして、僕はちょっと評価迷ってるところです。ただトレンド入りしてるってことだからね、俺が気づけたってことはやっぱちゃんと偉いよね。トレンド入りしてるからそこもあるんだよね。そこもやっぱ今のジャンプの漫画だなっていう感じで、実際トレンド入りして解説読めちゃってる以上さっていうね、もう他園先生の勝ちだよねっていうふうにも思います。エンバーズ第18節失明。エンバーズの話しちゃって大丈夫かな、最後に取っておくべきかなっていうのはですね、めっちゃなんかスマホ落とした。新連載がこれから来週から4つも始まるらしくてですね、で多分今週の後ろ4つがここから怒涛の勢いでっていうことになるんだと思うんです。なのでエンバーズが今週正直ぐっと面白く感じたんですけど、多分出し切ってるんじゃないかなっていう感じがどうしてもね、これはいつものことながらね、その問題があるんですよね。連載の漫画っていうのはね、一気に燃え尽きるときに圧倒的な輝きを放ってる可能性があるんですよね。どうなってたら俺でもついてきたの、サッカー好きな人だったら別にもっと楽しめてたんじゃないかなと思うんですけど、僕はねとにかくねスポーツがね何にも分かってません。何にも分かってないところにこれから新連載4つのうちっていうのがあるんですけど、それはちょっとじゃあオープニングで話したことでを信じましょう。なので今週なんで面白かったかっていうと、多分明らかにこれは特別なことをしてるって分かるわっていうのが主人公とのライバルのキャラの方でですね、これは今までになかった特別なことをしたわっていうのが一発で伝わることをしてるからなんですね。だからそのための振りが必要ってことなのかな。普通はこうするもんですよ。ちょっと俺みたいな素人に向けてだと説明してくれた上でそこを裏切ってやってくるとなのかな。だからやっぱ3級ピッチの最近のところだと選手レギュラースタメンじゃない、ベンチ入り決めるっていうだけの話で2話ぐらい使ってとかも面白かったじゃないですか。あそこで振りとして一回選択肢をいくつか提示してからそうなるんだっていう答えを見せてくれるっていうのがね、すげえ面白くなったみたいな。やっぱ今どんなだったかなと思って3級ピッチの最新話見返してみたけどスマホで開いてみてるんですけど、そんなのありってなるもんね。やっぱ面白いよねっていうね、面白くなるのもあるからななんていう話も俺オープニングでしてそうな気がする。まだその分撮ってないけどしてそうな気がするんでね、これがずっとあれば、ただ絵も今週絵が特に載ってるってとこもあるかな。絵に関してもそうね、今までも別に悪くはなかったけど、やっぱ今週特にいいな。やっぱ絵に関してもやっぱ掟破りなこんなのありって、まさしくはみ出るような
ね、そんな描写もこれもジャンプを買ってぜひ読んでいただきたいのがあるんでね、これがずっとあれば多分人気出たろうにな、悪くはなかったはずなのになっていう感じがしますが、とりあえず少なくとも今週の第18節、ね、今回1話分が単純に読んで面白かったぞということはね、これを要約して伝えると、エンバーズという漫画面白かったぞというふうに言っている人がいたということで伝えておいてくださいどこに伝えておいてくださいということで、一番最後はですね、長城先輩最終話、未来の巡査長最終話なんですよ。これがね、長城は別にいつも通りに普通に面白いっていう感じなんですが、どうしてもね、逆漫画はこういう時に割を食いがちなところがありますよね。どうしてもそれはね、しょうがない部分もあるのかもしれない。4本も一気にまた始まるとはっていう感じですが、長寿始まる時に向けて、なんだっけ、その前作、サモン君は相当人気あったのもね、サモン君の最初の方だけ読んだんですが、うっかりしてました。その後サモン君を読み進めてなかった。サモン君の時どんな感じだったか分かんないんだけど、長寿に関して言うと、おそらく今週最終話だったことから考えれば、もう終わること決まった上でやったから、もしかするとずっと用意して温めててやりたいと思ってたエピソードなのか何なのか、そのかつて存在した長寿の前に存在した超能力を使った警察官のエピソードのところとかはなんかギャグとも違う感じで、本当にね、その話だからした気がするし、ちゃんとは今思い出して喋れないから遡って聞いていただけるとっていう感じなんですが、ギャグとはまた違う感じで面白い。だからって別に超感動とかいい話とか泣けるとか、なんか今のジャンプっぽい重いということでもなくね、単純にドラマチックでさえあれば悲劇だろうが喜劇だろうが面白いと思うんですよねっていう部分で良かったのとかもあったんで、なんかね、ギャグは1作目は間違いなく当てて、でその上で今回もなかなか悪くなかったというところで、今回7巻と最終8巻がいついつ発売ですってある部分が最後についてるから、全8巻だからね、そんなに別に超打ち切り漫画っていう感じじゃないから、2作目もなかなか悪くなかったというところで、3作目あたりでね、もしかするとなんかギャグではない別ジャンルに挑戦とかも全然沼茂先生はありえるんじゃないかなっていうことは覚えておきたいというふうに思いました。そんな今週のジャンプでした。今週のトランス2025年28号のジャンプ掲載作品で一番ぶっ飛んでいたキャラクターを私、セラピー100連発の独断で決定いたします。今週一番ぶっ飛んでいたトランスだったのは、坂本レイズのシンです。また紹介してない漫画からになっちゃいましたけども、でもしょうがない、読めばわかります。今週はシンとあとあたりちゃんが、とにかくぶっ飛んでいました。そんなのありっていうところまで坂本レイズが言っちゃいました。週刊少年トランス、今回何回なんだっけ、ちゃんと見てからこのコーナーを撮り始めろよ。週刊少年トランス、てかそもそも今週ナンバリングなんだったっけ。エクソシストの清志くんって普通に第123話終わり